した。星屑との狭間で未来の夢よっと抱いた君の手と共に舞い上がれアトムとイボンになって眩しすぎる奇跡起こそうよ。ねえこのまま天使になろう。ドアの空リフォーム君とならまもなくドライブアウトです。いよいよセルダールに到着ですね。セルダールまで来ればアブソリュートへのゲートもすぐそば。ミルフィーさんとの連絡も取れるといいね。はい。お前らもいろいろと大変だな。厄介ごとに巻き込まれてよ。アニスだって人のこと言えないでしょ。ちげえね。親分も厄介なのだ。親分？なんだそりゃ、俺のことか。親分は親分なのだ。ナノを助けてくれたアニスは親分なのだ。嫌なのだ。いやまあどうでもいいけどよ、親分でも。ナノちゃん、よかったですわね。親分さんができましたわ。はーい、親分なのだ。けっ、アホくさ。そろそろドライブアウトなんでちょっと静かにしてもらえるかな。あら、すみません。相変わらず威厳のねえ艦長だな。ドライブアウトまで5秒。4、3、2。ドライブアウト完了。前方に敵艦多数。数は200以上。今も増え続けています。第一戦闘態勢だ。くそ、まさかここまで読まれるとは。ドライブアウトポイントを待ち伏せるなんて、そんなバカな。それだけ俺の癖を知ってるってことか。正面の機関と思われる船より通信が入りました。マイヤーズ指令にです。スクリーンへ。教官。やあタクト、和也を送った時以来だね。なぜか久しぶりな気がするよ。おいおい、なんだいそのむっつり顔は。そろそろ来る頃だと思って準備して待ってたってのに釣れないね。なるほど、俺の行動はお見通しってわけか。しかしここまで派手に出迎えてくれるとはね。いやー、愛を感じちゃうな。なに、長い付き合いだからね。これくらいは当たり前さ。それで仲間になってくれるんだろ。あんたなら大歓迎さ。未だに測りかねてるけど、一応聞くよ。お前は誰だ？何言ってんだい。あたしさ、フォルテシトーレンに決まってんだろ。黙れ。フォルテ教官はこんなことしない。おや、和也じゃないか。元気そうで何よりだね。あなたがフォルテさんのわけがありません。そうですわ。フォルテさんは強くてお優しい方。こんな侵略じみたクーデターを
起こすはずないですわ。おやおや、リコにカルーアムかい？ならナノナノもいるんだね。お前なんか知らないのだ。フォルテ先生じゃないのだ。冷たいね。あんなにひいきにしてやったのに。分かった。じゃあ仮にお前が本物だとしよう。理由は？このクーデターを起こした訳を教えてよ。わけ？そうさね。わけね。なんだかめんどくさくなっちまった。そんなところだね。何が面倒なんだ。ちゃんと説明しろ。カズヤみたいなノイエの人間を世話することさ。手取り足取りおんぶに抱っこ。いい加減飽き飽きだよ。ちびちびとエデンのテクノロジーを教えるよりさっさと征服しちまった方が早いだろ。そうすりゃ復興だってあっという間さ。いい話じゃないか。ノイエの人間だって優れたエデンに支配された方が幸せなのさ。それは違う。テクノロジーが進んでいることと人間の優劣は関係ない。そうですわ。技術が高ければ生活も豊かとは限りませんわ。そうです。そんな押し付けの技術じゃノイは豊かになりません。ナノマシンは押し付けじゃないのだ。エデンからの贈り物なのだ。どうだい？こんなこと分かってるはずだけどね、フォルテなら。まっすぐだね。ちょっと感動しちまったよ。でもとにかく面倒なものは面倒なのさ。私はもっと分かりやすくて手っ取り早い答えを選んだんだ。俺の知ってるフォルテはそんなこと言わないな。そうだ。お前は誰なんだ。そうなのだ。フォルテ先生はどうしたのだ。無事なのですか？はあ、なんかこれも面倒になってきたね。人間生きてりゃ考え方が変わるなんてことはいくらでもあるのさ。どっちにしろ投稿する気はないんだろ。本物だ偽物だと説明すんのも意味ないね。シールド最大出力。全艦突撃だ。覚悟しな。遠慮はしないよ。敵全艦向かってきます。熱源反応多数。攻撃の準備と思われます。反転し退路を確保。ダメだ。緊急上昇、上へかわせ。了解。ディフェンスを艦艇部にシフト。水力のリミッターを外せ。はい。ブリッジより機関室。ステリーネだけど何？水力のリミッターを外した。臨界値に注意してくれ。それにクロノドライブの準備だ。急げ。無理言わないでよ。水力にパワー持ってかれてるのにクロノドライブなんてできないよ。無理でもやれ。命令だ。どうなっても知らないからね。このまま真上に逃げるんだ。準備ができ次第クロノドライブに入るぞ。攻撃が来ます。全員備えろ。おいおいおい、ここでオダブズだなんてまっぴらごめんだぞ。俺だってごめんだ。報告。艦内全域に被害が出ています。主に両翼のダメージ甚大、負傷者も多数。機関部はエンジンは無事なのか？メインスラスターにダメージ、水力に影響が出ています。くそ。機関部より報告。クロノドライブ可能です。よし、突入しろ。敵攻撃第2波です。来ます。次に食らったら間に合って。俺たち生きてんのか？みたいですわね。報告。クロノスペースに突入。間に合いました。みんな無事か？いたたたた。リコタン怪我したのだ。治すのだ。平気。ちょっとぶつけただけ。医務室からナノナノさん。ナノナノさん。なのだ。負傷者が大勢出ています。急いで医務室まで来てください。
ったのだ。すぐ行くのだ。生きた心地がしなかった。本当ですわ。もうダメかと。容赦のない攻撃だった。これで教官じゃないことがはっきりしましたね。あんなことするはずない。いいえ、むしろ逆なんじゃ。あの決断の速さと大胆さ、一見大雑把なのに効率的な攻撃、ホルテさんの癖に似ているわ。かなり。そんな。まあ、窮地のココさんがそう思うなんて。ええ、雰囲気というか、そう、匂い。ホルテさんの匂いがするの。そうなんですか。まさか。ここ、それくらいにするんだ。すみません。みんな、あまり考えすぎるな。判断を誤るぞ。そうそう、映像だけ見てうだうだ言ってんなよ。喋ってたことだって本当とは限らないんだぜ。いいじゃねえか、本物だろうが偽物だろうがよ。本気で攻撃してきたんだ。敵ってことさ。アニスの言う通りだ。迷ったまま戦える相手じゃないぞ。事実だけを認識するんだ。アニス、なかなかやるね。冷静な分析だよ。当たり前だろ。洞察力はトレジャーハンターの基本さ。あんまり褒めんなよ。慣れてねえんだ、そういうの。そっか、まだ本人に直接会ったわけじゃないんだ。きっと偽物さ。おいおい、何聞いてたんだお坊ちゃんよ。そうやって決めつけんなって言ってんだ。本人の可能性だってゼロじゃないんだぜ。でも今は結論が出せねえ。だからそんなことは考えんなってことだ。分かった。そうですわね。本人だったとしても何か深い事情があるのかもしれませんし。機関室からブリッジ。はい、こちらブリッジ。もうダメだ。これ以上はエンジンが持たない。クロノドライブを解除させて。出ないとシリンダーが崩壊するよ。ここ、ドライブアウトだ。その後エンジン停止。間に合わない。こっちで強制解除する。ドライブアウトしました。エンジン完全停止。現在完成航行中です。危なかった。もうちょっとでクロノストリングが解放されるところだったよ。怖いこと言わないでよ。制御システムが完全にいかれた。当分クロノドライブはできないね。そうか。ご苦労だったね、ステリーネ。少し休んでてくれ。マイヤーズ司令、セルダールからは十分に離れました。追撃の可能性はまずありません。わかった。ひとまず各ブロックに被害状況を報告させて。了解。もう息をつく暇もありませんわ。リコ、さ、クロノストリングが解放されるってのは大爆発を起こすってことだよね。そうです。ルクシオールなんて跡形も残りません。よかった。イベント目白押しだな。やれやれ。さて、今後の方針を決めなきゃならない。そこでエンジェル隊に集まってもらった。質問してもいいですか？ああ、もちろん。なんだい？負傷者はやはり大勢出ているんですか？幸いにも死者は出ていない。重傷も数名だけだ。でも負傷者だけで見れば乗員の 30% を超えてしまっている。今ナノが必死で治療しているよ。ブリッジからマイヤーズ司令。タクトだ。各ブロックの被害状況が揃いました。わかった。細かいのは後で見るよ。機関部はどうかな？はい。現在メインスラスター稼働率 39%、クロノストリングエンジン稼働率 52% です。クロノドライブできたのは奇跡だな。了解。ありがとう。聞いての通りエンジンにもかなりの被害が出ちゃってるね。
ブソリュートとの連絡はどうなっていますか？すまない。依然普通のままなんだ。そうですか。とにかくセルダールに来たことではっきりとしたことがありますわ。フォルテ教官にそっくりなやつがクーデターを起こしている。そして本聖セルダールはすでに制圧されてしまった。ああ、それだけは確実になった。あまり悲観的なことは言いたくないけど、セルダールが抑えられてるなら、そのそばにあるアブソリュートに通じる唯一の道、クロノゲートも制圧されていると見るべきだろう。アブソリュートに行くこともできない。連絡も取れない。これではエデンにも連絡ができないですね。最大の勢力なのに。そうだね、痛いところ疲れたよ。かなり計画的だ。そこで今後の対策なんだけど、何か提案はないかな？マジークだな。マジーク？魔法惑星の？ああ、あそこはセルダールに次ぐ勢力を誇ってる。味方につけりゃ心強いと思うけどな。うん、俺も同じことを考えていた。さすがだねアニス。これもトレジャーハンターの心得かい？いやだから褒めんなよ。慣れてねえんだからさ。もうテレ屋さんですのね。おいおい慣れていくさ。さて、そんなわけでマジークに向かい協力を要請しようと思う。みんなの意見は？私は賛成です。マジークは魔法を基盤とした独自の文明を築いていますから、ルクシオールの修理も可能と考えます。私も賛成ですわ。軍を保有していますから、協力を得られればメリットは非常に大きいですわ。僕も賛成です。アブソリュートにもエレンにも連絡が取れない。つまりノイエの中で何とかしなきゃならない。マジークに軍があるなら連絡を取らない手はないと思います。よし、満場一致だね。マジークにもクーデター軍の手が伸びてるかもしれない。急いで向かうとしよう。タクトからブリッジ。はい、ブリッジです。進路を惑星マジークにセット。現在可能な最大戦速で発進してくれ。了解。コースセット後に発進します。よし、ミーティング終わろう。ねえカルア、はい。マジークって魔法惑星だよね。カルアの出身地なのかな？いいえ、生まれたのは別の星ですわ。でも故郷と言ってもいいくらい長くはいましたけど。へえ、そうなんだ。マイヤーズ司令、どうした？今医務室から連絡が。ナノちゃんが倒れたそうです。ナノなのか？それで容体は？詳しくは分かりません。モルデンさんが処置しています。僕医務室に行きます。私もここ、俺も行ってみる。ブリッジを頼む。了解しました。おい、俺も行くぜ。置いてかないでくれよ。まだ船の中不慣れなんだ。ついてきて。ナノコロネさんにステリーネさん、それにメルバさん。俺もいるぜ。班長。皆さん治療中だったんですね。ナノちゃん、私たちを治してたら突然倒れたんです。今先生が見てはる。心配や。一体どうして？わかんねえ。俺の傷をよ、治してくれてたらよ。いててててててて。動いちゃダメなのだ。おう、すまねえな。内出血が広がってるのだ。なんでもっと早く来なかったのだ。べらめえ、古文を放って先に治せるかってんだ。あちちちち。年寄りやさかいな。養生せなあかんで、ほんま。うるせえ、黙っとけ。やれやれなのだ。ん？どうしたい、嬢ちゃん。なんでもないのだ。終わったのだ。おう。ならこの腕の傷を見てくれ。
小さいけど不健だ。見せるのだ。動脈が少し傷ついてるのだ。早く治さないと危険なのだ。でももう治療用のナノマシンが。えちゃ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 、早いとこ頼むわ。わかったのだ。きっと少しくらいなら自分を使っても大丈夫なのだ。この傷なら小指の先っちょがなくなるくらいなのだ。後で補充すれば問題ないのだ。それじゃあ治すのだ。お、よろしくな。お、もうなんともねえ。ありがとよ。ん？ジョーちゃん？おい、どうした？おい！大丈夫か？おい、先生！先生！それっきり動いてくれねえんだ。畜生。モルデン先生、ナノナノは？よくありません。全く意識がないのです。ああ、ナノちゃん。おい、なんだよこりゃ。目開いちまってるぞ。一体どうしたんだ？原因は？艦長、申し訳ありません。今のところ原因不明なのです。何か対処法は？それもわかりません。ナノナノさんの体のことは正直お手上げなのです。なんだよそれ。お前医者なんだろ。わけわかんねえこと言ってんなよ。アニスさん、ナノちゃんは人間ではないのですわ。なんだって。人間じゃねえ。ナノマシン集合体なんです。だから医学では。なんだよそのナノマシンってのはよ。わかんねえよ。とにかくなんとかしてやれよ。どう見たって異常だぜこれはよ。アニス、落ち着いてくれ。君が怒鳴ったって事態は良くならない。くそな。モルデン、原因だけど全く見当もつかないのかい？これはあくまで推測ですが、ナノマシンの大量消失による機能不全なのではないかと。これだけの患者を一度に治療したことはありませんでしたから。ならナノマシンの補充を行えばいいんじゃないですか？何？どうしたの？治療用ナノマシンのストックはあまりなかったはず。ええ、1時間ほど前に最後のストックを補充しました。その後治療を続けていたところ、突然倒れてしまったのです。それで容体はどうなんだい？何らかのデータは取れるんだろ？はい、分かっているのは少しずつですが、確実に生体電位が低下していることです。それって？はい、このまま電位が下がり続ければ、おそらく。どうしましょう。なんだよそれが下がり続けたらどうなんだよ。まさか死んじまうのか？冗談じゃねえぞ。バニラさんです。タクトさん、バニラさんならなんとかなるんじゃないですか？そうか、ナノナノを見つけたバニラなら確かに可能性はありそうだな。おい、誰なんだよそのバニラってのは。私たちの先輩、ムーンエンジェル隊のメンバーです。ああ、今は惑星ピコでナノテクの普及を支援している。バニラさんはナノテクのエキスパートです。きっとなんとかなりますよ。それならすぐにピコに向かいましょう。そのバニラさんに会いに。いや、そう簡単には決められない。なんでですか？早くしないとナノナノが。タクトさん、どうしてダメなんですか？わけを聞かせてください。そうや、ひどい話やで。納得できねえな。落ち着いてくれみんな。ルクシオールは現在マジークに向かっている。今のノイエにおいてセルダールに次ぐ勢力を持つマジークはとても重要な存在なんだ。クーデター軍もただ攻めるだけじゃないだろう。さまざまなアプローチでマジークを取り込もうとするはずだ。いつクロノドライブできるかわからないこの状況では少しでも近づいておかないと。
そんなこと言ったって。ナノちゃん。俺も艦長であり司令だ。対極的なマクロな視点で判断をしなきゃならないんだ。クーデター軍に一歩譲ればもう挽回のチャンスはなくなるかもしれない。難しい判断なんだ。おい、艦長だか司令だか知らねえけど、細かいことでグダグダ言ってんじゃねえぞ。目の前でお前の子分が死にそうになってる。それを放っておこうってのか。ふざけんな。確かにマジックは大事なのかもしれねえけど、敵が接触してるかどうかもわからねえんだろ。でもこいつは放っておけば確実に死ぬんだぜ。そうなんだろ先生さんよ。はい、おそらく。俺にはマジークとこいつナノを天秤にかけること自体理解できねえ。子分一人救えねえで何が艦長だ。俺だったら子分を見捨てたりはしねえ。絶対だ。マイヤーズ司令。艦長はん、一回の整備員が言えることやないと思うんやけど、なんとかピコに向かってくれへんやろか。問題はエンジンなんやろ。整備班もエンジンのスペシャリストや。全員で手伝うさかいな、頼むわ。ジョーちゃんは俺たちを命がけで助けてくれたんだ。今度は俺たちがジョーちゃんのために命がけで修理をするぜ。手伝ってくれるなら、整備班が手伝ってくれるならかなり早く復旧できると思う。僕もクロノドライブが可能になるまで寝ないことを約束するよ。私も手伝えることがあるなら何でもします。艦長さんよ、なんとかなんねえのかい。マイヤーズ司令。タクトさん、お願いしますわ。タクトからブリッジ。はい、こちらブリッジ。進路変更だ。惑星ピコに向かう。了解。コースをセットします。あとピコからマジークへの最適なコースを割り出しておいてくれ。わかりました。以上だ。艦長。艦長はん、おおきに。惚れたぜ艦長さんよ。何やってんの君たち。さっさとエンジンを修理してよ。クロノドライブできるまで休憩は許さないよ。おう、望むところで行くぞコロネ。はいな。それじゃ。では私はランティさんのところで差し入れを用意します。やれやれ、みんなしても参ったな。マイヤーズ司令、ありがとうございます。あのままマジークへ向かったらルクシオール内でもクーデターが起きかねないからね。本当にありがとうございます。私からもお礼を言わせてください。おいおい、礼ならアニスに言いなよ。怒られるなんて久しぶりだ。まったく艦長としての面目丸つぶれさ。アニスさん、私心を打たれました。とっても優しい方なんですのね。いや、いいって。だから俺はそういうの苦手なんだ。アニスさん、アニスさん。やめろ。俺も差し入れ作るの手伝ってくるわ。まあ、それなら私もご一緒しますわ。私も。勘弁してくれ。アニスも型なしだ。本当だな。さてモールデン、とにかくピコに向かうことになった。それまでナノのことは頼んだよ。お任せください。とりあえず容体は安定しています。電位の下がり方も緩やかですから、今すぐにどうにかなるものでもないでしょう。うん。それからナノの状況をできるだけ詳しくレポートにまとめて個々に送っておいてくれ。バニラに事前に知らせておきたいんでね。わかりました。1時間以内にやっておきます。よし、それじゃあ俺はブリッジに戻る。はい、お疲れ様です。
さすがに眩しいでしょう。ちょっと失礼。可愛い寝顔ですね。そうですね。まるで天使みたいな。きっとなんとかなるから頑張って。白波くん、はい。大丈夫ですよ。私が目を離さず見ています。どうぞご自分の仕事に戻ってください。そうですか。ではお願いします。はい、それでは。はい、それではなのだ。なのなの必ず助けるからね。よし、とりあえず機関室の様子を見に行ってみよう。手伝えることがあるかもしれない。ほらほら、ちんたらやってんな。スパの同点がやってるやってる。よし、僕も手伝おう。邪魔やんどかんかい。危なかった。あ、ステリーネさん、何か手伝えないかな。どいて、邪魔。はい。みんな目が血走ってる。ほらほら、邪魔だ、どけー。班長待って。おお、なんで和也か。今忙しいんで手短に頼むぜ。何か手伝えないかなと思って。おお、なるほどな。しかし今回は遠慮しとくぜ。不慣れな和也じゃ足手まといだ。申し訳ねえがここはプロに任せておけ。じゃあな。ほらほら、ポケットしてるやつは蹴り飛ばすぞ。こらどうやら僕に手伝えそうなことはないみたいだ。ほんとや、もう邪魔や言うてるやろが。ごめんなさい。なんか無力感。しょうがない。館内の様子でも見て回ろう。誰もいない格納庫って初めてだ。ファーストエイダー、そういえばこの機体にもナノテクが使われているんだよな。なあお前、紋章機と同じようにナノを直してあげてよ。まったく何を意味ないことしてるんだか。他を回ろう。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。あ、白波さん、ナノさんのこと聞きました。ご様子はいかがなのでしょう。今は医務室で休んでいます。そうですか。コンビニの店員さんが知ってるなんて。噂が広まるのって早いな。ナノさんが来ないと寂しいです。ナノはここによく来るんですか？ええ、立ち読みしたり、新しいお菓子を試食したり、 ATM のボタンをデタラメに押したりと、いつも楽しそうに遊んでました。そりゃ単なる迷惑なんじゃ。いえいえ、漫画に難しい字があると私に聞きに来てくれました。いい息抜きだったんですよね。早く元気になって遊びに来てもらいたいです。今ピコという星に向かっています。ピコですか？ええ、ナノテクの研究が盛んなところらしいです。あ、そうなんですか？きっと元気になります。はい。今言ったことは秘密ですよ。あ、わかりました。それじゃあ
僕はこれで失礼します。はい、またのご利用お待ちしております。失礼します。やあ和也か。司令、マジークまでの最短航路が割り出せました。俺のコンソールに回して。はい。なるほど、直行ルートと比較して差はこんなもんか。思ったよりは少ないロスタイムで済みそうだよ。よかった。すいません、無理に進路を変えてもらって。和也が気にするのはお門違いかな。え司令が結論を出した時点でそれは司令の責任なのよ。そういうことさ。みんなの意見を参考にしたけど、俺の最終的な判断でピコに向かっている。迷ったのも事実だけど、別にいやいや行くわけじゃない。みんなの指揮も含め、この状況下での最良の決断をしたつもりだよ。和也が気に病む必要は全くないのさ。はい、ありがとうございます。それにさ、俺だってナノが心配だしな。司令、何こそこそ話してるんですか？あっと、真面目な話、状況が悪化する可能性も否めない。その時はエンジェル隊にしっかりフォローしてもらうからな。はい、任せてください。よし、いい返事だ。ま、到着はまだ先だ。もうしばらく待っててよ。わかりました。それでは失礼します。いらっしゃいませ。機関室への差し入れお疲れ様です。いえいえ、これからお飲み物も持っていこうかと思ってるんです。あ、僕も手伝いましょうか？すいません、助かります。いえ、僕もこれくらいは手伝わないと。ではこのポットをお願いします。はーい。お疲れ様です。飲み物の差し入れに上がりました。おお、こいつはありがてえ。すまねえな。こらそこ、コンソールから目を離すな。おいおい、茶の一杯くらい。聞こえないのか。持ち場に戻れ。わかったよ。すまねえな。そこらに置いといてくれ。わかりました。お前何へばってる。シリンダー10本試験挿入、急げ。この作業は時間が勝負だ。休憩など気合でカバーしろ。なんかさっきより厳しくなってます。鬼だ。よどうした。お前らの力はそんなものか。エンジンが動くまで休みはないものと思こりゃ医務室のベッドが足りなくなりそうだ。え。こらお前ら。僕たち？そこにいると邪魔だ。用が済んだなら出てけ。はい。失礼しました。それではこれで。どうもありがとうございました。ええ、どうも。さて、ずいぶん回ったな。自分の部屋へ戻って少し休もう。よいしょっと。ナノが心配だな。リコの言う通り、バニラさんが何とかしてくれるといいんだけど、早く元気なナノに会いたいな。ナノ。全ブロックに通達。本艦は10分後にクロノドライブに突入します。いけねえ、あのまま寝ちゃったのか。
9時間ぐらい。ずいぶん寝ちゃったんだな。あ、そういえば今クロノドライブって言ったぞ。やった、エンジンが直ったんだ。機関室に行ってみよう。班長、エンジン直ったんですね。まあな。あがまっすぐ歩けん。コロネさん、お疲れ様です。疲れたどころの騒ぎやないで。もうな、死ぬわほんま。大丈夫ですか？大丈夫なわけあるかいな。ステリーネのやつほんまにこき使いやがって。さすがにきつかったぜ。本当に休憩ねえんだからよ。あれからずっと働き通しですか？ああ、ステリーネのやつも一度も休んでねダメですよ、そんな無理しちゃ。けどな、あいつエンジンが治った途端目キラキラさせてな、踊り出すねん。いや、エアコさんはまだ修理を続けるってよ。あいつは人間やあらへん機械の申し子や。さすがに俺らはもう無理だ。そんじゃあな。ご苦労様でした。本当に。眠い。ああ、腹減った。風呂。あラララララ。なんか機関室から聞こえる。僕のかわいいポルトちゃん。ナットちゃんもかわいいでちゅね。それじゃあくるくるしましょうね。くるくるくる。いやー、もうハマっちゃいましたね。なんてキュートなんでしょう。チューしちゃうわ。チュー。聞かなかったことにしよう。そう、愛の対象は10人トイロだってば。ドライブアウト完了。ピコに到着しました。周回軌道にアプローチします。ここにバニラさんがいるんだ。マイヤーズ司令、通信が入っています。スクリーンへ。はい。お久しぶりです、タクトさん。久しぶりだねバニラ。どう？変わりはない？はい、問題ありません。タクトさんもお元気そうです。ああ、まあよろしくやってるよ。でだ、実はナノのことなんだけど。はい、レポートで大体のことは理解しました。すでにそちらに向かうシャトルの中です。10分以内に合流可能だと思います。いやー、迅速な対応ありがとう。迎え入れの準備をしておくよ。はい、それでは後ほど。なんだ和也、ぼーっとしちゃって。いや、バニラさんってものすごく神秘的な人だなって思わず見とれてしまいました。おいおい、俺の奥さんなんだ。手を出さないでくれよ。おっと、騙されるところでした。何言ってんですか、もう冗談ばかりなんだから。それじゃあバニラを迎えに行こうか。はい。
りてきましたよ。うん。なんて綺麗な、いや神々しいっていうのかな。タクトさん、やそれではナノナノのところへ行きましょう。あ、そうだね。よし、医務室に行こう。モルデン、バニラが来てくれたよ。これはお待ちしていました。よろしくお願いします。いえ、こちらこそ。早速ですが、今の状態を聞かせてください。わかりました。レポートしました通り、生体電位の下降が止まりません。現在は倒れた時の7割程度です。そうですか。容体は安定しているのですか？はい。わかる範囲では電位以外の変化はありません。多少動かしても大丈夫でしょうか？おそらく問題ないと思います。では、やはり。あ、尻尾がない。これは、いやはや気がつきませんでした。これで大体のところは分かりました。どういうことなんですか？ナノナノは助かるんですか？あらかじめお断りしておきます。私もナノナノのことは完全に理解しているわけではないのです。ですから、ある程度推測を含めた結論になってしまいます。わかりました。うん、続けてくれ。まず、ナノナノを構成するナノマシンの話をしなければなりません。ナノナノを構成するナノマシンには、外科治療に使われる部分と、ナノナノの自我を持った部分があります。普段、ナノナノは治療用ナノマシンを使って治療を行い、その部分が少なくなると補充するのです。今回、大勢の人を一度に治療したため、治療用ナノマシンのストックが底をついたのでしょう。この治療用ナノマシンはナノナノの尻尾の部分にあたります。そうか、だから尻尾がなくなってるんですね。そういうことになります。そしておそらくナノナノはやむなく自我を構成する部分を治療のために使ったのだと予想されます。自我を？魂を削るってことじゃないですか。はい、自我の欠損により意識が保てなくなり、昏睡に陥ったと推測されます。なんと。それで治るんですか？また自我を持てるんでしょうか？これも推測になりますが、おそらくナノナノを発見した古い研究施設に行けば治療可能だと考えられます。フェムとか。フェムと？ピコの衛星のことさ。先文明時代にナノマシン研究が盛んだったらしい。その名残の施設が数多く残されているんだ。ならそこに行きましょう。衛星って月ってことですよね。近くなんですよね。厄介なことになってきたな。まさかもう時間がないなんて言いませんよね。ここまで来たんです。マジークにすぐ出発なんて言いませんよね。カズヤ、不安になるような言い方をしてすまない。そういうことじゃないんだ。はい、研究施設は今もナノマシンによる防衛システムによって守られているのです。ナノマシンの防衛システム？なんでそんなものがあるんです？それは未だ解明されていません。敵対者がいたのか、よほどの秘密機関だったのか。待ってください。じゃあナノナノを見つけた時はどうやって？ムーンエンジェル隊で蹴散らしたのさ。解散前だったからね。でもすぐに再構成されて復活してしまいました。なるほど。でも何の問題もありませんよね。今度は僕らがいます。ルーンエンジェル隊が。まあね。でも問題はあるよ。どういうことです？仕方ない。班長たちが選択したことだ。タクトよりブリッジ。こちらブリッジ。ルーンエンジェル隊招集だ。了解。ルーンエンジェル隊招集します。それから整備班を叩き起こして紋章機の出撃準備だ。もう起こすんです
ネタばかりですよ。ああ、分かってる。でも遠慮は無用だ。わかりました。起こします。以上だ。なるほど。班長たちにはちょっと申し訳ないですね。気にしない気にしない。さあ、ブリーフィングルームへ行こう。はい。そういうわけで、厄介なことに強力な防衛システムが存在するんだ。研究施設に到達するにはこの防衛システムを突破しなきゃならない。そこで君たちルーンエンジェル隊の出番だ。みんな頑張ろう。お、そんなもんあっという間にぶっ壊してやるぜ。ナノちゃんのためです。任せて。よし、では作戦を説明する。衛星フェムトにある目的地周辺のスキャン結果だ。現在のルクシオールの位置はここ。進路には無数の浮遊砲台が配置されている。今回の作戦の目的は上陸用シャトルの進路を確保することだ。よってミッション目標はこのエリア内の浮遊砲台の全滅となる。以上だ。なお上陸用シャトルの操縦は本人からの申し出もありバニラが行う。危険ですよ。私は一度来ていますので、多少なりとも土地勘があります。論理的な選択です。それにナノなのは私の娘も当然、親としては当然のことです。バニラさん。ああ、そうだ、言い忘れてた。和也、はい。今回の出撃でも君に戦闘指揮を取ってもらう。司令、どこか具合が悪いんですか？いや、別になんともないよ。ただ前回前々回と和也が指揮してくれただろ。ええ。戦闘データを見るとね、エンジェル隊のテンションが俺の指揮の時より高いんだ。今までの2回が2回ともだよ。エンジェル隊のテンションがより高い。これは無視できない要素なのさ。そんなわけで以後戦闘における指揮権を和也、白波、君に一任する。そんな無茶な。無茶じゃないですよ、白波さん。そうそう、自信を持ちなさい、白波。ほらしっかりしろよ。大丈夫だって。データだってケツまくって逃げてったじゃねえか。あれジータだっけか。ほら、みんなもこう言ってる。それにこれは命令だぞ。はい。なんだ、気合のない返事だな。和也、腹を決めろ。フォルテが泣くぞ。いい男になるんだよ。私が自慢できるようなね。わかりました。和也、白波、これより戦闘の指揮を取ります。みんな行くよ。イエスサー。おう、よし、ルーンエンジェル隊発進だ。
みんな、これからは僕の指示に従ってもらうことになる。まだまだ経験不足だけどよろしく頼むよ。大丈夫です。私だって新人同然です。あらあら、もっと肩の力抜いた方がいいわよ。そうそう、戦闘ってのは勘が勝負だからな。ナノナノも待ってる。さっさと片付けよう。ごめんなさい、ナノちゃんが危ないの。当たらなかったわ。命中だ。時間がないわ。速攻で畳むわよ。攻撃成功。ナノ、敵にダメージを与えました。敵発見。行きます。敵一隻を撃墜。和也さん、早く4番機浮遊砲台をお攻願いします。撃成功。敵にダメージを与えました。なんか悪いわね。仲間の命が危ないの。センサーに敵へ捕捉。ナノちゃんのためにも急ぎましょう。やっつけました。オーケー。てめえらさっさと落ちやがれ。着弾を確認しました。攻撃失敗したわ。当たらなかったわ。残念。当たりました。命中だ。あら、そうきたの？避けられちゃったわ。ごめんなさい。着弾を失敗確認しまししちゃったわ。わかった。目標の破壊に成功。ハイパーブラストー。敵一隻を撃墜。おい和也、ちゃんと他の連中に指示してるか？早めに補給させてくださいね。命中です。エキサクロスブレイク。うまく当たったみたいです。目標確認っと。回避に失敗。回避しきれません。総員衝撃に備えて。揺れましたが、医務室は大丈夫でしょうか？被弾。損害を調べます。一つやっつけたぜ。やっぱ俺強えな。おとなしく当たれってんだ。逃げられたわ。攻撃目標確認。了解。
よっしゃ倒した。全力を出したいので補給をお願いします。攻撃うまく当たったみたいです。はい、ありがとうございます。当たったわ。全力で戦います。了解よ。うまく逃げられたわ。失敗。復活。俺の獲物はまだ残ってるか？全く容赦ないこれで大丈ね。夫よ。また行ってくるわ。わかった。揺れましたが、医務室は大丈夫でしょうか？当たったわ。あれ命中したと思ったんだけどな。被弾。今の避けるか普通。敵にダメージを与えました。もうただじゃ済まさね逃げられたわ。了解。オッケー。攻撃成功。回避しきれません。総員衝撃に備えて。回避に失敗。当たりました。4番機攻撃成功。回避しきれません。やったわ。衝撃に備えて。ハイパーまったく次から次へと妙なのが来るわね。揺れましたが、医務室は大丈夫でしょうか？回避に失敗。ナノちゃん頑張って。当たりました。ヘキサクロスブレイク。お、獲物発見。よしのサイドボンバ一石やったわ。よし、全ての浮遊砲台を破壊した。マイヤーズ司令、進路クリアです。わかった。これでしばらくは大丈夫だ。バニラ、進路は確保された。発進の準備に入ってくれ。了解しました。シャトル発進準備に入ります。ルーンエンジェル隊は直ちに帰還。上陸班の護衛としてシャトルに同乗してくれ。了解。ここがナノナノが発見された場所。すごい。全然荒廃していませんよ。ナノマシンによる保守システムがあるのです。便利ですね。こんだけ綺麗なのに人が一人もいねえとなんか異様だな。皆さん、決して離れないでください。至る所に防衛システムがあります。怖いですわ。着きました。この部屋です。あ、ナノちゃん。あら、こんなにたくさんのナノちゃんがいるなんて。いや、ナノじゃねえぞ。よく見ろ。本当だ。どれも微妙に違う。これ全部。いえ、全員がナノマシン生命体なんですね。おそらく。でも、目を覚ましたのはナノなのだけでした。こいつら全員が目覚ましたらさぞかしうるせえだろうな。想像もしたくないですね。さあ、この培養層です。ナノなのをここへ。わかりました。ごめんよ、ナノナノ。ちょっと動かすからね。よいしょっと。
どうなんでしょうバニラさん。これでナノちゃんは治るんですか？この培養層はメンテナンスマシンであることが前回の訪問で分かっています。おならしてるですね。あら、おならじゃありませんわ。尻尾ですわ。本当だ。尻尾が少し生えて先から泡が出てる。どうやらシステムは順調に稼働しているようです。バニラさん。はい、この様子なら。ナノちゃん。よかった。なのなの。またなぶられるのは嫌ですね。でも嬉しいですね。このまましばらく待ちましょう。それにしましても、こんなにたくさんいらっしゃるのに、どうしてナノちゃんだけ目が覚めたのかしら。そうですね。この子たち未完成にも見えませんし。ナノナノが目を覚ました時はどんな感じだったんですかバニラさん。はい、私が初めてここを訪れ、この培養層の前を通った時のことです。誰かに呼ばれた気がしました。不思議に思い、培養層の中を見ていると突然目を覚ましたのです。まあ、きっとナノちゃんはバニラさんを待ってたんですわ。こいつら誰かが起こしてくれるのをずっと待ってるのかもな。なんだかロマンチックですね。終わったようです。生体電位は正常値に戻っています。培養液脱水開始。ナノナノ。ナノちゃん。動いた。ナノちゃん。起きるですね。おはようですわ。カルーア。あれ、リコタン、カズヤも。ナノナノ。あ、ママがいるのだ。わかったのだ。これは夢なのだ。ママがいるはずないのだ。寝ぼけやがって。夢ではありません。ナノナノ、お久しぶりです。これは夢じゃないのだ。あ、そうだよ。ナノちゃん。いや、リコタン苦しいのだ。ナノちゃん、ナノちゃん、心配したんですのよ。とりあえず喜んでやるですね。よかった。まったく人騒がせにも程があるぜ。おかえりナノナノ。なんかわけわからないのだ。みんなに心配をかけちゃったのだ。寝てる間にそんなことになってるとは思いもしなかったのだ。まさに夢にも思わなかったですかね。ごめんなさいなのだ。謝ることないわよ。ナノちゃんはルクシオールのみんなを助けようとしただけなんだから。その通りだよ。みんながナノナノに感謝してる。そんな照れるのだ。ナノナノ、動かないでください。システムチェック中です。ごめんなさいなのだ。まあ何にせよ治ってよかったな。親分もありがとうなのだ。ナノナノもう元気いっぱいなのだ。どうやら全て正常のようです。もう動いてもいいですよ。はいなのだ。では最後にナノマシンの再構成チェックを行います。私に変身してみてください。変身するのだ。変身？ナノナノって変身できるの？できるけど。へえ、そいつは未毛だな。早くやってくれよ。嫌なのだ。ナノナの変身は嫌いなのだ。これではチェックが終わりません。困りました。ナノちゃん、嫌かもしれないけどチェックが終わらないわ。そうだよ。
バニラさんも困ってるだろ。そんなこと言っても。ほらさっさとやっちまえよ。ちょっとでもいいのだ。はい短い時間で構いません。なら1回だけなのだ。1回だけなら変身してもいいのだ。わかりました。それで十分です。じゃあ変身するのだ。これでよろしいですか？うわすげえ。声までそっくりだ。喋り方まで変わってしまうんですのね。聞いてはいたけど、ここまでなんて。問題ないようです。では元に戻っていいですよ。はい。驚いた。すげえってなの。な今度は俺だ。俺に変身してくれよ。嫌なのだ。もう変身したくないのだ。頼むよな。どうしてももう一遍見てんだ。親分ひどいのだ。そうだよ、これは親分の命令だぞ。お前子分だろ。あ、待てこら。お前俺の言うことは聞けねえのか。いくら親分でもそれだけは嫌なのだ。なんだぞ破門にすんぞ。まったくアニスは。いけません。ナノなのは問題ありませんが、アニスさんには防衛システムが反応してしまいます。そうか。この部屋以外はそれほど調査されていないのです。どんなことが起きるか探しに行きましょう。そうですわね。あまり大人数で行動しても危険です。私はシャトルに戻り、発進の準備を整えておきます。わかりました。よろしくお願いします。みんな行こう。ちょっと待ってください。こういう時はあの人の方が何かと。ミモレットちゃん、お任せあれですに。何かと何よ。便利とでも言いたかったのかしら。あなたも変身できるのですね。変身ってほどでも。さあ2人を探しに行きましょう。おっしゃ行くよミモ。了解ですに。それじゃあ僕はここから右を、リコは正面、テキーラは左の通路を捜索してよ。了解。オーケー。なるだろうアニスどこ行ったんだ。床が少し濡れてる。あ、きっと培養液だ。ナノナノの服がまだ乾いてないんだ。ところどころ濡れてる。よし、白波からリコ、テキーラ。こちら桜庭。何？どうやらこっちにいそうだよ。合流しよう。わかりました。向かいます。はいはいっと。よし、濡れた跡を追ってみよう。ここで途切れてる。親分ひどいのだ。あ、いた。この部屋だ。こら、ナノナノ。和也なのだ。もう探したんだよ。さあ行こう。親分がいじめるのだ。行きたくないのだ。あれ、その親分は？しつこいから巻いてやったのだ。どっか行っちゃったのだ。なんだ、アニスは別か。しょうがないな。どっちに行ったのかな。探さなきゃ。知らないのだ。親分なんてどっか行っちゃえばいいのだ。ナノナノ。アニスはここの人間じゃない。ナノナノみたいに安全に動き回れないんだ。早く探さないと防衛システムに見つかって大変なことになるかもしれないだろ。あ
なのほら泣かないで。アニスが来てももうあんなこと言わせないからね。うん、大丈夫大丈夫。なんでそんなに変身が嫌なんだい？どこか痛くなるとか？痛くはないのだ。ただ変身するとナノがどっか行っちゃうみたいなのだ。ナノがどっか行く？自分じゃなくなるみたいな感じがしてすごく気持ち悪いのだ。そうなんだ。ナノの変身は外見が変わるだけじゃないんだね。だから声や挙動までそっくりになるのかな。うん、わかった。そんなに辛いならもう誰も変身しろなんて言わないよ。でもアニスはそれを知らなかったんだ。だから許してあげようね。よし、それじゃあアニスはどっちに行ったのかな？ナノを見つけられずに行き過ぎていったのだ。ってことはこの部屋より奥か。なんだ？部屋を出よう。白波さん。リコ、この音は？わかりません。奥の方から聞こえます。爆発だ。うわー、来るアニスさん、誰かに追われてる。ロボットなのだ。お前ら助けてくれ。やっぱり防衛システムに引っかかったんだ。リコだ。後ろなのだ。離して。リコ、こら離せ。くそ。白波さん、この人男ですか？ねえ、見た目は男っぽいけど。男なんですね。多分。男。この人男。一発 KO なのだ。お前らこっちもなんとかしてくれ。うわっとっとっと。ミモー任せるですに。テキーラ。汝我の望む姿に変わらん。アニスになった？そう見えてるだけよ。ミモかく乱して。オッケーですに。こっちですに。二人に増えたくらいじゃごまかせないか。いい加減にしてくれ。ダメだ。なんなの？オラこっちだこっち。アニスが3人に。よし混乱した。あんたたち今よ。よっしゃスキアリーハリケーンキック。おりゃサンダーパンチ。とどめですに。ダイヤモンドヘッドバード。ふにゃ。
変身が解けたですに。バカね。あんたは見た目が変わってるだけで実際はミモのままよ。いや分かってはいるんですに。つい。なんなの？大丈夫？大丈夫なのだ。ナノ。皆さん、今のうちです。シャトルに戻りましょう。そうだね。さっさとフェムと離れよう。ほらミモ。結構ピンチでしたよね。どうやらいろいろとあったようですね。あんたも何もわけのわかんないロボットに追われて大変だったんだから。疲れたですに。すまねえ、迷惑かけた。アニス謝るならナノなのにだろ。君が変身しろなんて言わなきゃこんなことにならなかったんだ。ナノなのは変身すると精神的にかなり辛いんだってさ。にもかかわらずさっきはアニスを助けるために変身してくれたんだ。そうだったのか。すまなかったナノ。ありがとうな。何言ってるのだ。これでおあいこなのだ。おあいこ？親分はナノなのが落ちそうになったのを助けてくれたのだ。だからこれでおあいこなのだ。気にしなくていいのだ。ナノ。タクトからシャトル。こちらシャトルです。急いで帰還してくれ。接近してくる艦隊がある。多分敵だ。了解しました。最大スピードで帰還します。一難去ってまた一難ですね。もう。ルーンエンジェル隊、ただいま戻りました。いやーナノ元気になってよかったね。タクトなのだ。艦長ありがとうございます。なのだ。おいおい、なんだいそんなん丁寧に。リコタンに聞いたのだ。みんなにいっぱい迷惑かけたのだ。でもタクトの決断が一番大変だったって聞いたのだ。そんなことナノが気にすることじゃないよ。それより班長たちさ、かなり頑張ってたみたいだよ。それも聞いたのだ。後でお礼に行くのだ。そうしてよ。なのはみんなのおかげで元気になったのだ。パワー100倍で復活なのだ。じゃその勢いで敵さんを追っ払ってもらおうかな。ではやっぱり接近する艦隊は？ああ、ついさっきスキャン結果が出たよ。アジートで遭遇した船が混じってる。何？ってことはマイヤーズ司令、敵機関より通信です。スクリーンへ。やっぱりこの野郎、証拠りもなくやってきやがったな。アニス、なんでお前がそこに？てめえのせいだろ。俺の船を落としやがって。借金返すために働くことになっちまったんだよ。その船でかい？借金の肩で。こりゃあいい。笑わさないでおくれ。この野郎。人生何が起こるかわかんないもんだね。さて、余計な話をしたね。そろそろ艦長を出してもらおうか。タクト・マイヤーズ。なんだ、ずいぶん有名になったもんだね。俺がタクトだけど。これは伝説の英雄タクト・マイヤーズ殿。前回は挨拶もなしに失礼したね。また伝説の英雄だなんてそんなに褒めちゃって。
あんたが食えないやつだってのはよく聞いているよ。誰から聞いたのかな。フォルテかい？さあどうだかね。とにかく口じゃとても構えそうにない。さっさと要件を伝えることにするさね。何かな。すべての武装を解除して投降しろ。さもなきゃ力ずくさ。やれやれ、あんた相変わらずね。マジョラム、この前コテンパンにされたじゃない。また泣かされたいの？うるさい。あれは不意をつかれたからだ。だが今回は違う。この艦隊相手に一隻で歯向かうつもりか？まったく数が多ければ有利だと思ってんだから。そういう見通しの甘さがいつまでたっても私に勝てない原因なんじゃないの？うるさい。昔のことすぐに吠え面をかかせてやる。待っといで。通信切れました。おいおいテキーラ、ダメじゃないか。俺の仕事を取らないでくれよ。敵の挑発はマイヤーズ司令の1000倍特許ですからね。あら、ごめんなさい。さてピコを背にしてるんでちょっと逃げづらいんだよね。来るものは仕方ない。迎えようと。カズヤ。了解。ルーンエンジェル隊ブリーフィングルームに集合。了解なのだ。現在敵艦隊は狂ったようなスピードで向かってきてる。相当怒ってるみたいだよ。ちょっとやりすぎたかしら。なんかテキーラと話した途端にカリカリしだしたよね。まあ学生時代いろいろあったしね。嫌いなんでしょ私が。ほらほら無駄話してると攻め込まれちゃうだろ。それじゃあ作戦を説明するよ。これがミッションエリアのスキャン結果だ。現在のルクシオールの位置はここ。敵艦隊の配置はこうなっている。敵戦艦は機関以外は例によって無人の自動操縦艦だ。機関を叩けばおそらく無力化するだろう。よって今回のミッション目標は敵機関の沈黙となる。以上だ。なお前回の戦闘データにもエンジェル隊のテンションにいい数値が出ている。カズヤ、これからも戦闘指揮を頼む。了解しました。これからはずっと和也が指揮するのだ。うん、なんかそういうことになっちゃったんだ。よろしくね、なのなの。和也すごいのだ。昇進なのだ。階級が上がったわけじゃないよ。それでもすごいのだ。頑張るのだ。うん、頑張るよ。あ、そうなのだ。和也にお願いがあるのだ。なんだい？今回はナノナノと合体するのだ。ナノナノとかい？どうしてまた？ナノナノをみんなに助けられたのだ。だからお返しがしたいのだ。和也と一緒なら100人力なのだ。一緒に戦ってほしいのだ。お願いなのだ。ナノナノ。
マジョラム、覚悟するんだね。おお、気合入ってるわね。怖い怖い。こんなおばさん怖くないのだ。おばさん怒ってばかりいるからシワが増えるのよ。データおばさんだな。あれリンカだっうるさい。私はおばさんでもなければデータでもない。覚悟しろ。今度こそ息の根を止めてやるよ、エンジェルタイム。回避成功。5番機攻撃成功。命中よ。心配かけた分戦いでお返しするのだ。当たらないのだ。攻撃回避したわ。あれ外れたか。ナノよーし大丈夫なのか。いい具合に着弾したわ。敵の攻撃を回避。ごめん、攻撃を回外れたわ。避しました。和也さん、皆さんの指揮を。よし成功。当たっちゃったのだ。当たりね。ナノちゃんが元気になって本当によかったわ。命中です。当たったみたいなのだ。被弾しました。プディングが元に戻ったんだから。全く容赦ないね。敵に当たったのだ。うまく避けられました。5番機攻撃成功。よっしゃ倒した。よーしなのだ。奉仕の皆さん、お疲れ様です。撃墜よ。次はどれ？オーケー。当たったみたいなのだ。発見。ヘキサクロスブレイク。敵を破壊しました。よかった。攻撃当たりよです。し、撃墜。敵を倒したのだ。目標沈黙。ハイパーブラスター。目標の破壊に成功。サーバー機行くのだ。ナノはもうバッチリなのだ。心配させてごめんなのだ。当たっちゃったのだ。回避なのだ。回避しきれません。そういう衝撃に備えて。 50%赤だけるか。全く容赦ないね。回避に失敗。回避しきれません。そういう衝撃に備えて。当たったのだ。今の聞いたな。損害を調べてくれ。当たったみたいなのだ。少しずつエネルギーが減っています。攻撃成功。エネルギー還元。まだなんとかなるけど。4番機攻撃成功。命中しました。はい。目標破壊。奉仕の皆さん、お疲れ様です。ニードルフレシット。はい。了解よ。よし復活。ごめんなさい。俺の獲物はまだ残ってるか。やられたのだ。オッケーなのだ。これで大丈夫。行ってきます。わかった。敵を倒したのだ。完璧なのだ。全力で戦ってくるのだ。軽くかわしたぜ。了解なのだ。よーしなのだ。助かったわ。ありがとう。敵発見なのだ。痛
いた。回避成功。私の攻撃から逃れるなんてちょっとギリギリでした。なかなかだね。一つやっつけたぜ。やっぱ俺強えな。当たりなのだ。それでそのせいで体調の人が怪我したのだ。懲らしめるのだ。私の攻撃から逃れるなんてみたいなの出しましたけど、なかなかだね。なんとか平気です。失敗しちゃってこんな人もいるんですね。痛かったか。回避しきれません。さんはそういう衝撃に備えて存分に苦しんでちょうだい。期待強打。ほら一撃。お体力にはなのだ。痛かった当たりなのだ。ひょっちそれでいいんだ。敵発見。苦しんでちょうだい。敵機関交代していきます。次に会う時が貴様らの最後だ。覚えておいて。はいはい、さよならおばさん。この恨み忘れないからな。通信切れました。やれやれ。それじゃあルーンエンジェル隊帰還してくれ。了解。ルーンエンジェル隊帰還しました。うん、ご苦労様。皆さんお疲れ様です。ママー。なのおうおう、あんなに抱きついちまって。ヘムトではゆっくりできませんでしたからね。どうしたんですの？ナノってばまだまだ子供だなって。ナノちゃんはずっとお母さんと会ってなかったんですのよ。仕方ありませんわ。そっか。ごめん。ママ大好きなのだ。なの今度のことで自分の限界が理解できたと思います。わかったのだ。もう自分を削ったりしないのだ。これからは注意するのですよ。はい、なのだ。ママ一緒に公園に行くのだ。ママと散歩したいのだ。なのごめんなさい。それはできません。なんでなのだ。ママとゆっくりしたいのだ。そうだよ。できたら一緒に来てほしいんだけどな。これからは戦闘も多くなるだろう。バニラがいると心強い。それにフォルテのことだって気になるだろ。はい、私もハッキング放送は見ました。事の真相は気になりますが、クーデター軍の侵攻により今ピコに難民が集まりつつあるのです。怪我をした人たちも大勢います。私は戻らねばなりません。そうか。ママ。タクトさん、ノイエではエデンに対する反感が高まりつつあるようです。まあね、パッと見にはフォルテが首謀者だからな。エデンの侵略だって思う人がいても不思議ではないですよね。一刻も早く真相の究明を。あ、わかった。約束するよ。なの公園での散歩はまた今度時間のある時に。わかったのだ。約束なのだ。はい、必ず。それでは私はこれで。よし、みんなでバニラを送ろう。皆さんまたお会いしましょう。いろいろお世話になりました。それではまたなのだ、ママ。バニラ、ピコもこれから大変そうだけど無理はするなよ。はい、道中お気をつけて。ママ行っちゃったのだ。うん。バニラには自分の仕事が、バニラにしかできないことがあるんだ。そうですね。僕たちも僕たちのできることをやりましょう。よし、マジークへ向かおう。協力を取り付けるぞ。クーデター軍に先を越されてたまるか。
か言うのだ。あとお親分ノリが悪いのだ。うるせえ。空にきらめいた無限の星、僕らに詰めてる風は少し冷た